日本人なら知らない人はいない負の遺産、原爆ドームです。もともとこの建物は広島県物産陳列館として1915年に生まれました。1933年には広島県産業奨励館という名前になって、1945年8月6日の爆撃を受けて原爆ドームと呼ばれることになりました。広島市内中の建物が破壊されていく中、なぜこの原爆ドームは比較的綺麗な形で保たれていたか分かりますか？実は原爆が落とされたのがこのほぼ真上だったんですね。なので上からの強い圧力によって屋根が壊れてしまったんですけれども、横からの爆風がなかったので、こうやって比較的綺麗に壁が残ったままです。これは補強工事を何度かしているので倒壊しないように今はなっているんですけれども、実は何度か取り壊した方がいいんじゃないかっていう話もあったみたいなんですけれども、この悲惨さを後世に伝えていくためにも残そうという形で補強工事がなされていたみたいです。ではそもそもなぜこの場所が原爆投下の場所になったのか、そしてそもそもなぜ広島と長崎だったのかということについて少しお話しします。まず広島が選ばれた理由についてなんですけれども、第二次世界大戦中の後期に、原子爆弾の開発を進めていたアメリカがですね、日本に投下しようかと検討をし始めました。で、投下の目印は都市の規模だったり、爆風で効果的に損害を与えられる地形だったりっていうのを見て選ばれました。日本でいくつかの都市が上がったんですけれども、最終的に挙げられた都市が広島、小倉、長崎が選ばれました。またね、広島には捕虜の収容所がなかったんですね。なので選ばれたんですけど、実際には捕虜でも原爆によって亡くなられた方がいるみたいです。まずなんで東京じゃないんだろうって思うじゃないですか。その理由としては、もう東京がすでに大空襲によってかなり大きなダメージを受けていたためと言われています。実際にその原子爆弾の威力を調査するためには、どれぐらいのダメージを原子爆弾によって受けるのかっていう正確なデータが必要だったんですね。なので東京以外のそれほど空襲によってダメージを受けていない地方都市を選ぶ必要があったわけです。またですね、政治的な観点からも、東京には天皇がいたり首相がいたり、終戦の後に話し合いをしなければならないじゃないですか。それに影響を与えてしまうということで、東京という地は残されたということです。なぜ原爆ドームのあたりが爆心地になったかと言いますと、もともと投下目標だったのがこちらにある相生橋だったんです。相生橋って T 字の形がすごく特徴的で、この橋とこっからこっちに続いている橋が T の字になってて、川がここと向こうと二股に流れていて、すごく上空から見ても特徴的な形だったんですね。なので広島の土地勘がないアメリカ人にとってはとてもちょうどいい目印だったので、こちらが爆心地となりました。実際にはここから300メートルほど離れた島病院っていうところが実際の爆心地になってます。こちらが祈りの泉と言われるものです。被爆者の方はとにかく水をと言って水を求めたため、その方たちを慰めるためにこちらが作られたということです。はい、原爆資料館やってきました。実は私2回目なんですよ、ここ来るの。2回目なんですけど、前は改修みたいなのをしていて、多分本館がまだ開いてなかったんですよね。で、2019年に本館がリニューアルしてオープンしたので、実質初めて資料館に実際行ってみたいと思います。展示内容も私は昔の展示内容知らないんですけど、結構いろいろ変わってるみたいなので行ってきたいと思います。
はい、資料館行ってまいりました。展示の数がね、ものすごく多くてですね、しかも一つ一つの展示に結構長めの解説が書かれているので、しっかり読みながら進んでいくと2時間ぐらいはかかったかなと思います。でですね、個人目的の撮影は OK なんですけれども、ちょっとね、館内、なかなか撮影していい雰囲気ではなかったので、周りの方もあんまりこうパシャパシャ写真撮ってる人とかもいなかったので、私も一応控えていました。なんですけど、いっぱいメモを取ったのでね、この資料館のあたりにもたくさん施設がいろいろあるので、そこを回っていきながら、中で見た様子もお伝えできたらと思います。展示の中にはかなりショッキングなものがあったりするんですね。例えば全身に火傷を負った方々の写真であったりとか、被爆していた際に身につけていた衣服だったり、物だったり、そういうものが展示されていますので、実際に行って目で見てほしいんですけれども、そういったものがちょっと苦手だよっていう方は展示ブースを飛ばして進むこともできます。ぜひ資料館には必ず足を運んでみてください。こちらがね、爆心地となった島病院です。最初来た時に本当にここって思ったぐらい普通の日常生活を送る病院で、でもそうなんですよね。当時だって普通の病院がある日突然日常じゃなくなるんですよね。なんかそう思うとすごい不思議な感じがします。島内科病院って現在は書かれてます。1945年の8月6日にね、まさにここに、原子爆弾リトルボーイっていうのが落とされたわけなんですけれども、広島市内のなんと約 92% が破壊されてしまって、約14万人もの方々が亡くなっています。ちなみに長崎は確か30何%ぐらいだったんですよね。広島の方がこう遮るものがなくて、本当に広島市内のほとんどが壊滅状態になったと言われてます。このね、爆心地に近いところではもうほとんどの方が即死、また即死でなくても大きな火傷を負って皮膚が垂れ下がってしまったり、爆風によって飛び散ったガラスが体中に刺さったりと大きな被害を受けました。そしてなんとですね、爆心地付近の地表温度が約3000から6000度だったと言われています。どれぐらい暑いのか想像できないじゃないですか。実はね、太陽の温度もそのぐらいだそうです。想像がつかないぐらい暑かったってことですよね。なので被爆した方はとにかく水をと求めていたそうです。原爆が落とされた後ね、この辺一帯を巨大なキノコ雲が覆わったわけなんですけれども、その雲から黒い雨というものが降りました。で、この黒い雨っていうのが塵だったり埃だったりを含んでいて、すごく粘り気がある重たい雨で、また大量のね、放射性物質を含んでいました。なのでこう浴びただけで被爆してしまうような危険な雨なんですけれども、被爆してこう水をって求めた被爆者の方たちは、その雨を飲むためにこうやって空に向かって口を開けて飲もうとしたそうです。もう本当に考えられないですよね。それほどの火傷を人間が負うことってあるんだなってぐらい。そしてですね、被爆後もね、地表には放射性物質が残っていたので、こう実際に被爆してない人であっても救護とか捜索のためにこの広島市内に入った方でまた被爆してしまったっていうケースがあったみたいです。すごく怖いなって思います。こちらは本川小学校です。今はね、資料館もできてるんですけど、向こうには現在も使われている校舎があります。橋のたもとだったり、こういう学校にだったり、臨時の救護施設が作られました。で、この本川小学校もその一つです。といっても、このね、小学校、爆心地から一番近い小学校なので、校舎は外部を残して全焼しており、
10人の教職員と400人の生徒のうち2人しか助かっていなかったみたいです。外壁の残ったところが救護傷となって、負傷者がたくさん運ばれてきたといいます。といってもですね、医薬品だったり物資だったりっていうのは十分な量がなかったので、こちらに運ばれてきた負傷者の方々も適切な医療を受けられないまま亡くなっています。またね、県庁や市役所も機能を失っていた中、陸軍の船舶部隊、通称暁部隊という方々だったり、警察官や生き残ったお医者さんなどが手当てに当たったと言われています。地下に入れるんですね。なんかどういう資料館なのか全くわからないまま来てみました。暗い雰囲気で、そして私一人です。これが広島市内ですね。そしてあそこが爆心地。熱風によって焼けた戸枠だそうです。触らないでくださいと書いてあります。これですね。生き残ったのが、確か教職員のうち1人と生徒のうち1人だったんですよね。こちらは原爆供養塔と呼ばれる場所になります。爆心地のこの付近には遺体が散乱していまして、また川から引き上げられた遺体は2倍にも3倍にも膨らんで、赤や青、紫に変色し、そして男か女かの判別もつかないほど、姿が変わってしまったみたいです。でですね、この内部には納骨堂があって、引き取り手のない遺骨が収められています。こちらに名簿とね、鶴もあります。こちら、原爆のこの像になったのは、佐々木貞子さんという少女です。これは僕らの叫びです。これは私たちの祈りです。世界に平和を築くための。佐々木貞子さんは2歳の時に、被爆して、その時は無傷だったので、元気に学校に通っていた活発な女の子でした。ところが、11歳の時に白血病にかかってしまって、12歳という若さで亡くなってしまったそうです。貞子さんのご家族は、貞子さんに白血病であるっていうことを伝えてはいなかったんですけれども、ただ貞子さん自身は、血液の病気であるっていうことを自分なりに分かっていたみたいです。貞子さんすごく明るい性格で、周りに自分の病気を心配させたくないからって言って、白血病になると斑点が出るんですけれども、その斑点を包帯で隠してほしいっていう風に病院の方にも言っていたみたいです。こちらに鶴がいっぱい届けられておりますけれども、貞子さんは鶴を1000羽折ると願いが叶うということを信じて、とにかく鶴を折り続けて、なんと1ヶ月足らずで1000羽の鶴を折ったというふうに言われています。そしてこちらの像は貞子さんの同級生たちが呼びかけて募金活動を行ったことによって作られることになりました。貞子さんのように原子爆弾による熱線であったり、放射線による後遺症、いわゆる原爆症で、悩んだ方がとってもたくさんいました。
放射能を浴びると高熱や下痢が続いたり、あとは髪の毛が抜け落ちたり、また皮膚に紫色の斑点が出たりなどの症状が出ます。そして後遺症としては佐々木貞子さんのように白血病であったり、あとは火傷の跡がケロエダになってしまったり、そしてまた被爆したお母さんの中に胎児がいて、その体内で被爆してしまってお腹の中にいた子供が小頭症になってしまったり、重度の知的障害を負うっていうケースもあったみたいです。また原爆症になってしまった人たちはその症状だけじゃなくて差別にも苦しんだと言われていて、例えば原爆症がうつるって言われていたりだとか、少し働いてもすぐに疲れてしまって休んでしまうので、ブラブラ病っていう風に呼ばれることもあったようです。長崎が最後の被爆地になってから核兵器は実戦には用いられていません。ですが、今現在でも9カ国が1万2000以上の核兵器を保有していて、また核実験も行われているのが現状です。またね、原子爆弾の数千倍の威力を持つ水素爆弾を保持している国もあります。こういうね、核兵器廃絶に向けていろんな条約だったり会議だったり世界中で何回か行われているわけですが、でも実際に核兵器を廃絶することっていうのはとっても難しいことなんですね。また今はロシアがウクライナに侵略している関係で、核保有大国であるロシアとアメリカがせっかく進んでいた核廃絶へ向けてっていう動きが一度止まってしまって、現在核兵器のリスクは高まっているっていうのが現状になってます。しかしながら唯一の被爆国に生まれた私たちは核廃絶に向けて訴え続けることがとっても大事なことだと思っています。終戦してから79年が経ったわけですが、戦争を経験しておらず、戦争について語れるものも少なくなってきている中、こういう風に残されたものっていうのはとっても意義があることだと思いますし、これからも残していかなければならないものだと思っています。二度とね、日本でこのような負の遺産が生まれないように、私たちも戦争を経験していない私たちも語り継いで後世に話していかなければならないと思います。ぜひ皆さんも実際に原爆ドーム資料館訪れてみてほしいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。